どうもこんにちは。今日もチャンネルを見てくれてありがとうございます。今日はですね、発泡ウレタンを使った簡単な工作をしていきます。今回使う道具はこの発泡ウレタンの T 液、そして R 液、これ 500ml ずつ入っております。それから容器ですね、それからはかり、そしてこの中に入れるボックスになります。でこれを使って発泡ウレタン実際に発泡してみて、でよくある質問がどのくらい硬くなるのということを聞かれるんですが、それも実際に切って測ってみたいと思います。ではやっていきます。まず風体を取ります。容器を抜いた重さで測る必要があります。この状態で0です。これは発泡ウレタンはこの A 液 B 液1対1で硬化させていきます。例えば、こちらが10、こちらが8だとですね、余った2がですね、硬化できなかったです。未硬化になるので、きちっと計量する必要があります。そこだけちょっと注意していく必要があります。ではですね、ナイフで入れていきます。今回ですね、このボックス、こちらですね、こっちですね。まず混ぜないといけないので、ボックスが、大体 1.8 リッター入りますので、30倍発泡だと、60ミリリッターずつ入れるということになります。理論上ですね、ちょっと多めに入れる必要があります。で、置きます。で、注意点として素早く混ぜる必要があります。大体30秒ぐらいで発泡してくるので、もう手早く混ぜて手早く入れると、この流れをうまくできるように、配置なんかもね、考えてもらうといいですね。さあ、これ入れていきます。50が入っております。これで1対1ですね。これが勝負です。とにかく早く混ぜる。こんな感じになります。これをこの中に入れていきます。素早く入れていく必要があります。これもちょっと様子をもこもことくるはずです。これをよく混ぜていただく必要がありますね。もうちょっと入れましょうか。30秒で発泡してきますので、注意点が、これ30倍発泡というふうに謳ってるんですが、いろんなその、要素によって、発泡倍率が変わってきます。例えば温度が低い時は思ったよりも膨らまなかったりとか、で逆に、湿度が高い時はどんどん発泡が進んでしまったみたいなことが起こります。で、30倍発泡の基準値は、だいたい25度ぐらいというふうに覚えていただくといいかなと思います。今日はね、これ外気温が5度ぐらいです。ちょっと発泡が遅いかなというふうにですね。実際どんな感じになるのかというところを見ていただきたいと思います。もうすぐね、発泡してきますので、だいぶね、これクリーム状になってきましたね。ちょっとね、下に垂らしてみます。これどのくらい今クリーム状なのかと。少し、画像がブレますが、そこはね、ちょっとご了承いただきたいなと。今ね、こんな感じですね。ちょっと上から垂らしますので、そうですね、こんな感じですね。少しずつ上がってきたのが分かると思います。このようにね、発泡すぐに行われますので、ここだけ少し注意する必要があります。今はですね、こんな感じですね。今こんな感じです。続々と発泡してきております。今の硬さが、こんな感じですね。まだ発泡してきます。で、
でよくね、その硬さどのくらいなのというふうに聞かれるんですが、もうざっくり言うとジャイアントカプリコぐらいっていうふうにお客さんには伝えるようにしております。徐々に大きくなってきました。今の硬さがこんな感じです。今ですね、こんな感じですね、硬さが。だいぶ膨らんできました。ほぼほぼね、これで狙った通りぐらいの発泡バイルになってるような、この辺りは、ね、経験が必要になっています。ちょっとね、大きめに作るということを心がけておいていただければと思います。ではですね、このまま少し放置していきたいと思います。今こんな感じですね。まだ発泡してくると思います。今ですね、熱を持っております。ちょっとあったかいですね。はい、だいぶ硬くなってきましたね。こんな感じです。今だいぶこんな感じですね。これ硬化した後どのくらいの硬さになるのかということなんですが、触った形はこんな感じです。じゃあ一回ですね、これ刃物を入れていきたいと思います。聞こえますでしょうか。こんな感じでですね、こんな感じで、刃物を入れることができます。はい、こんな感じですね。これ一回切るとこんな形になります。じゃあこれね、中一体どうなってるのかということをこれ剥がしてですね、見てみたいと思います。本当にね、パンみたいな感じですね。これが、発泡ウレタンになります。先ほどね、こう言いましたように、箱こうね、くっついていた箱自体がこうたわみにくくなる、いわゆる合成を上げるっていうような使い方もできるのが分かると思います。そうですね、発泡ウレタンを作ってみました。はい、じゃあですね、これで発泡が終わった、まだちょっとね、反応しかかってるんですけれども、どんな風に加工ができるのかを見ていきたいと思います。こんな感じですね。結構ね、その刃物の通りは、刃物はね、すごく綺麗にエッジが出ると思います。だからこれがうまくこのエッジがきちっと出るっていうのは、きちっと1対1で分量を測ってるからですね。これがちょっとね、中途半端になっちゃってると、なかなか綺麗に切れなかったりしますので、こうやってね、型作りですね、いろんなものをこう作っていくことができます。このように型として使うことができます。
この押した感じ分かりますでしょうか。こんな感じですね。これ動画なんでね、すごく伝わりやすいと思います。難点はね、これ見ると分かるんですが、ちょっとね、ゴミが出るね、側面はありますね、やっぱり。このようなね、ブロックができるとになります。はい、いかがだったでしょうか。発泡ウレタン、こんなにね、簡単に、発泡ウレタンで工作することが実はできます。皆さんもですね、ぜひチャレンジしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。これからもですね、皆さんの役に立つような動画をどんどん配信していきますので、応援、チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。